ウォーロボッツ&ウォータイタンズフランベチャンネル新春スペシャルへようこそ。いやーねー、正月は暇だからね、アップデート9以降に登場したボットやタイタンの年表を作ってみました。できれば今後はもう少し遡っていろいろ作ってみます。お楽しみにって。これ違う方向になりそうなんで彼にしておこう。でこのノアミナックスを実写化しようと思い AI 生成したんだが、どうにも作られてきた背景これどう見てもいい感じの町工場の風景じゃねって。ならばやはりこれだろう。いや待てよ、これじゃあ飲めないな。じゃあ被り物脱がせると、いやーこれはフランベちゃんじゃありませんか。ってね。ということでノアの正体はアバターのフランベちゃんでしたってことで。新年早々発想アイデアが冴えないな。まあいいか。次回はまともな実写化作ります。でこのタダでもらったデータパッド、皆さんはどうでしょう。新型手に入れられたでしょうか。フランベはご覧の通り、またこれいらなくねって感じのものばかりでしたと言って編集入った途端、なんとどうやって手に入れたデータパッドなのか覚えちゃいないのだが、なんと軽武器のグラディウスをゲットしました。なのでこの後のお知らせの次にベンチマーク確認やってみます。でお知らせですが、去年の終わりに嫌がらせのように当たったレックス1号機パイロットを変更したってこともあり、どうせ1人パイロット余ってるんじゃって考え、テト2号機からレックス2号機に変更しました。まあこれなら結構ブチ切れた時の瞬間攻撃にはちょうどいいと思いまして。では軽武器グラディウスのベンチマーク確認だね。手に入れてすぐにアップグレードセールやってたんで、馬車馬のごとくバトルやってマーク2レベル1まで一気に上げました。で今回の比較対象としては、近接戦最強のぶっ壊れと思われる E-ROX と、もう過去の人となってしまった感ある ARM。そうしてこれも近接武器となるが、過去の武器では最強と思えるスプリンター。こんな構成でやってみます。まずはグラディウス。このブラストチャージは武器一つでどこまで蓄積されるのか。そうしてこの後の近接距離でのダメージの差、これで距離による火力の減衰があるのか。この2つを確認しますって。そうか。ブラストチャージはこの武器一つでフルリロードショットならば爆発するね。でその爆発火力は25000のようだ。となると11秒で打ち切るようだからね。例えば4つ装備だと打ち切るまでに4回のブラストチャージで10万のダメージを与える計算となるね。これが結構効くぞ。600メートル射程でこれだからね。で距離による減衰はどうやらないようだ。ベンチマークのこの火力は距離に影響されない。しかも11秒でブラストチャージ25000の追加ダメージが発生するってとこも覚えておこう。これだと11秒時点で E-ROX との差はほぼなくなったように思えるが、まあレベル合わせで最終確認してみよう。とはいえ ARM はもうとほほって感じだね。以前ならば軽く E-ROX と同レベルの火力を叩き出してたからね。さて4つすべてで揃ったとこで各武器のレベルを合わせてみよう。 E-ROX 以外はすべてマーク2レベル1だ。これをすべてマーク3に変更してみよう。するとどうだろう。まあやはり ARM の約2倍以上の火力となっている。さらにブラストチャージを計算に入れると、シングルショットよりも複数装備がより有利となるので、感覚的には E-ROX の近接火力の 80% レベルが600メートルで撃てる。まあそんな感じだろうね。またこれはぶっ飛んだ感じだね。さあそれじゃロケット弾装備のクライシスを確認し、バトル入ってく頃で今回の本題、これから先ウォーロボッツはどうなるのか、これを過去からのいきさつを確認し想像してみましょう。そうその前にこのブーム3つの火力モデレーターによって 18% 増幅されるのだが、いかほどのダメージとなるのかって。87300ね。まあそんなもんか。では足りないブームの代わりとなるズデューンでは、おや32200、こっちの方が火力高いんだがね。どういうことだ。まあいいや。ではフルショットでは12万ね。ならばだ、モデレーター 18% バフで打っておいて、着弾直前にクライシスアビリティのオーバーパワー 15% で増幅させりゃあどうだろう。15万5000だね。なるほどそうか。このブーム装備のクライシスの戦術は、まず敵にデスマークをつけといて、その瞬間にファイアリングでステルス解除 18%、その直後にオーバーパワー発動で 15%、で最後にデスマーク付与で 20% とブームのアビリティバフの追加 100%、これでトータル 253% の火力となるんだね。こりゃフランベには無理そうだな。ということでいつしかこのド変態というかブチ切れ装備をもう一つブーム手に入れたならばやってみます。今回のバトルでは
確認検証前のとこなんで全く理解できずって感じのテストバトルとなります。それではいよいよ今後のオーロボッツはどう変化するのかしないのか、そしてフランベとしての提言は誰も聞く耳持っちゃいないだろうがね。でまずは2016年まで遡って確認してみよう。2016年10月だ。ここでまず最初の転機が訪れる。そうして次は2022年、ここだね。では2017年以降にオーロボッツはどう変化したのかだが、そうここで一気に変わったんだね。これまでの常識を変える動きのダッシュ機の登場、ガチャマーク2などだ。さらに2018年にいよいよ今の超絶弱体化鉄くず化が始まるスペクターのナーフだね。その後も様々な消費されるべくモジュール、パイロット、タイタン、ドローン、マザーシップなどが実装された。まあここは消費を増やすとはいえ単一的なロボットや武器のアップグレードから複合的な組み合わせによるレベルアップ、そしてオリジナリティって感じでもあるがね。そして2022年に900億でマイゲームスは買われたんだね。それ以降もトークンやデータパッドの創設、そしてドローン回収、アルティメット登場、インテルシステムなどが作られていったね。まあこれは次回以降となるが、バランス調整が極端になったのもこの頃からだね。で誤解なきよう、過去の歴史はこういうとこだが当たり前だが M&A で投資ファンドならば普通3年から5年で回収することが世の中の常識な基準となる。つまり2025年の9月で丸3年。どうだろう、つい最近の度重なるバランス調整、おや偶然だろうね。さらにデータパッドのインフレもなかなかだ。さあこんな中あとどれだけ回収するのかわからないが、いずれにせよ900億を回収し終えた後は当然それを上回る2倍程度で売却か、もしくは収益 10% 以上は目標となるであろう。こんな歴史を知ると今後のオーロボッツはどうなるだろう。予測としてまず2026年2027年までは高収益を維持しなければならないはずだ。そうなるとタイタンやアルティメットを含む新型ボットを核とした売り上げを作っていく必要があるだろう。すると魅力ある新型ってまあそりゃ決まってるでしょう。どんだけぶっ飛んでるかそこに尽きるよね。となるといつまでも旧型のぶっ飛びが続くのかってことにつながる。旧型が強けりゃそれで満足するからね。そうこれからもこの新型ぶっ飛びとある一定期間を過ぎたならば超絶弱体化、これは必須のサイクルとなるってことだよね。そうなるとやはりここは年収10万ドル以上のお金持ち専用シリーズを作ってもらおう。デザインは全く同じでそのカラーが全く違うっての波動だろう。アルティメットの色違いってやつね。これなら投資コストは少なくて済む。アルティメットスペシャルエディションでもいいだろう。耐久性や火力が 10% 強化ったやつね。とにかくどうせ今後もぶっ飛びは登場し続け弱体化も当然となるならば早々に資金回収いただき売り飛ばしていただきたいものだ。もちろんフランベは旧型を楽しみつつただで手に入れた新型を楽しみます。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回や早々。でね、実はだね、アップデート3から現在までの情報をデータベース化したんだね。なので次回以降は新型やバランス調整の変遷などいろいろやってきます。もちろんド変態装備はフランベの核となる動画ですからこれも続けていきます。では次回お会いしましょう。ごきげんよう。